俺は一条雄太、49歳。雄太なんて名前に似合わぬ家業、ヤクザの組長なんてものをやっている。病気がちだった先代が早くに亡くなり、俺は40そこそこで、この組の全てを任されることになった。先代が作り上げてくれた柔軟かつ強固な組織、そして優秀な部下に恵まれ、組の組織も徐々に拡大している。今日も若い人間の中から新たに若頭補佐が生まれることになった。その就任式が今取り行われようとしている。久々に組の者が本家に集まり、今か今かとその時を待っていた。ところがもうすぐ式が始まろうとする頃、突然の一人の若衆西畑圭吾の発言でそれどころではなくなってしまった。こいつは裏切りを計画してます。この発言に本家の中の全ての空気が止まり、一斉に皆が高坂の顔を凝視する。晴れの日のために身を整えた高坂の顔が一気に鬼の形相に変わる。すぐさま大股で警護に詰め寄り、襟首を締め上げた。てめえ、下っ端のくせにわけわかんねえこと言ってんじゃねえ。若頭補佐候補の高坂は自分のための指揮を下の人間に壊されかけている様に今にも暴れ出しそうだ。しかしそんな高坂に向かって締め上げられている警護が高坂に負けないほどの形相で再び叫んだ。わけわかんなくなんかない。あんたが裏切りを企んでいることはもう調べがついてんだ。あまりの剣幕に高坂が少しひるむ。それを俺は少し離れたところから静観していた。警護は若いが非常に優秀な組員だ。半端な話は絶対にしない。信頼のおける男だけに俺は警護のその言葉を聞き直すことはできなかった。どういう調べだ？言ってみろ。俺が警護に尋ねると、警護はこちらをまっすぐに見てこう言った。一条組を潰し乗っ取る計画です。一気に高坂の顔が青ざめていった。シンと心拍音さえ聞こえそうなほど静まり返った室内に俺の低い声が響き渡る。おい高坂、青ざめるってことは何か覚えがあるってことか？俺は静かに高坂に尋ねた。じっと見た先、高坂は色のないまま慌てたように答える。そんなわけがありません。組長だって俺がそんなことする人間でないってことくらい知ってるじゃないですか。だから入って5年も経たない俺を若頭補佐にするんすよね。実際高坂はうちの組に入ってから目を見張るほどの利益を組のためにもたらしている。30半ばとはいえ入ってからまだ5年も経っていない。そのような短期間で若頭補佐に就任するのはうちの組始まって以来のこと。異例中の異例だ。確かにしのぎに関して見ればお前の力は目に見張るものがあるからな。でしょ。俺の言葉を聞き高坂に安堵の表情が浮かぶ。そして勢いづき言葉を続けた。そんな人間が裏切るなんてバカバカしいこと言いやがって。あいつ組長が認めたこの俺を陥れようとしてるんすよ。あいつこそ何か企んでるに決まってる。高坂は自分をやり玉にあげた警護に矛先を向けた。晴れの就任式に横槍を入れてきた警護を高坂は容赦なく睨みつけている。まあ確かに高坂の気持ちもわからなくはない。警護はうちの組に10年以上いる人間で、本来高坂にとっては兄貴分にあたる。ところがうちに入った後急激にしのぎを増やしていった高坂は兄貴分である警護を追い抜いて先に若頭候補に就任することとなった。もともと警護より6つ年上である高坂にとって年下兄貴の警護を追い抜いたことは目の上の単行部を任せてやったと思うくらいしてやったりな出来事なのかもしれない。実際若頭補佐就任が決まったあたりから警護へのマウントが目に見えて明らかだったのは組長の俺にも見て取れた。そんなことから高坂は自分の昇進を気に入らない警護が自分を陥れようと企んでいると思ったのだろう。高坂は警護の胸ぐらをさらにきつくつかみ
噛みつかんばかりに睨み続けた。そんな二人を見つめながら、俺は高坂に尋ねた。お前は、圭吾が自分を陥れようとしていると感じているのか？すぐに高坂は答える。それしかないじゃないっすか。わざわざこんなめでたい日を選びやがって。絶対に許せないっす。なるほど。俺は続けて高坂に尋ねた。じゃあ、お前は圭吾が自分を陥れてきそうなネタを持っていると思っているってことか？え？まさか、そんなことを言われるとは思っていなかったのだろう。意表をついた俺の言葉に、高坂は動揺を隠せなかった。何動揺してんだ？まさか、動揺なんざしていません。そうか？どう見てもお前、挙動不審だぞ。違います！断じて違います！信じてください！高坂は、頑くなに否定し続ける。そのような素振りを続ける高坂に、俺は心の中でため息をついた。否定すれば否定するほど、誰の目から見てもそのようにしか見えない。信じてください。なんて言葉、何もしていない人間は逆に簡単に口にはしない。そんなことを思いながら、俺は高坂を試すように尋ねた。でもな、稽古から聞いたんだが、お前のしのぎ先がどうも怪しいと。脇田組のしのぎ先を使っているのか。なんとか冷静を装う高坂の目の揺れが止まらない。ダメだな、こいつは。俺はじっくりと高坂と話す腹積もりを決めた。それにしても、よりにもよって、うちの敵である脇田のしのぎ先なんてありえない。お前の怪しいしのぎ先の話だよ。ちょっと待ってください。もしかして俺のしのぎ先が脇田のもんだと思ってるんすか？違うのか？おい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 、なんでそうなるんすか？もしかして俺ずっとそう思われてたんすか？動揺を隠せないのか、高坂が組長である俺にあるまじき言葉を使い、それに若頭の吉宮が反応した。おいてめえ、組長に使う言葉じゃねえだろ。組長に謝罪だ。吉宮の深く重い罵声は高坂をビビらすには十分だった。兄貴、すいません。高坂が吉宮に謝る。俺は高坂に言葉を続けた。お前、そんな裏切りはねえと神に誓えるってことだよな。神さんに誓えるかどうかはわかんないっすけど、ごちゃごちゃ小賢しいやつだ。神に誓うってことは俺に誓ってんのと同じだ。わからんのか？俺の一括でピリッとした空気が重さをまとってきた。すいません。高坂が弱々しく謝罪する。そんな高坂に俺はとあるものを見せることにした。なあ高坂、なんでしょうか。お前にちょっと見てもらいたいものがあるんだけどな。俺に見せたいもの？ああ、なんすか。この圭吾が撮ってきた写真は一体なんだ？その俺の言葉に反応して突如部屋にある巨大モニター画面が作動する。なんとそこにはしのぎ先で脇田の若い衆と談笑する高坂の姿が映っていた。なんだよこれ。なんだよこれ。だよな。組長、なんなんすかこれ。一体誰が？圭吾が取ってきたと言っただろうが。なんで圭吾がこんなものを？俺が頼んだ。組長が、なんでですか？たまたまこいつらがいたから喋ってただけっすよ。高坂はそう言ったが、ヤクザとしてこの画像には違和感しかない。画像に映る高坂は敵対する脇田の人間と談笑しているのだ。敵対している人間と言葉を交わすことはあるだろうが、談笑なんていうものはありえない。俺には談笑しているように見えるが、脇田の人間と笑って話すようなことがお前にはあるのか？画像の異質具合に部屋にいる一条の人間たちのざわつきが止まらない。その様子が目に耳に入るのだろう。高坂はなんとか取り繕おうとでかい声で騒ぎ続けた。こんなの合成かなんかだ。圭吾は俺が先に出世するから気に入らねえんだよ。俺は圭吾にはめられてんだ。
これだけ組長に信頼されてる俺と警護と、どっち信じんだよ。若頭補佐に濡れ衣ぶっかける若い衆なんぞ、左門会がけだ。警護を悪者にすることで、自分を守ろうとしているようだ。俺は、高坂に今一度問うてみた。身に覚えはないか？身に覚えはないかと聞いている。へえ、それがお前の答えなんだな。それが答えなんだなと聞いてんだ。はっきり答えろ。俺の想像通りの反応だった。もちろんっす。ありえません。警護を睨みつける高坂に表情一つ変えず平然とし続ける警護。高坂は自分より下の人間を悪者にし続けることで自分を守ることを選んだ。俺は一度強く目をつぶりこう言った。そうか。ではこのまま就任式を打ち切り左門会を開く。一瞬無音になった空間が一気にざわつきで埋め尽くされる。どうしてですか？俺ないって言ったじゃないですか。突如若頭補佐就任が棚上げになってしまった高坂は俺に向かって異議を唱えた。高坂、俺の言うことに歯向かうつもりか？まあそう言ったとて高坂にしてみればこの話の流れはありえない、その一言だろう。間もなく執り行われるはずだった就任式が何の差し金か突如消えてなくなってしまったのだ。いくら組長でも俺は納得いかない。何の信憑性もねえもんのせいで俺の就任式が打ち切りになるんすか？警護の差し金に決まってる。高坂は自分のことを気に入らない警護が勝手に取ってきたものを俺が信じちまっていると思っているようだ。しかし実はそうではない。俺は高坂にある事実を伝えた。なあ高坂。はい。俺が理由もなく警護にお前の行動調査を依頼すると思うか？俺が頼んだんだ。警護に。なんで？そう。俺は警護に高坂の行動調査を頼んでいた。警護は組員としてはもちろんだが、人間としても非常に優秀な人間だ。今までもたびたび調査を依頼してきた。組員の身辺調査も依頼したこともあったが、今回は少し様子が違っていた。組長、どういうことっすか？マジで俺の調査したんすか？ああ、なんですか？高坂の憤りは収まらない。しまいに俺の前までどかどか大股で移動してきた上に俺に突っかかってくるような物言いをし始めた。俺の何が悪かったんすか？俺の何が悪かったんすか？警護に騙されてますって。組長、しっかりしてくださいよ。座って話を聞いている俺に掴みかからんばかりに突っかかってくる。ここまで黙って聞いていた俺もそろそろ堪忍袋の緒が切れそうだ。お前、俺をバカにしてるのか？お前は俺が警護に騙されるような玉だと思ってんのか？俺の低くドスのかかった声が部屋中に響く。さすがの高坂もやばいと思ったのだろう。姿勢を正し低姿勢に。いや、そういうわけではなく、さっきのお前の物言いはそうとしか聞こえなかったがな。申し訳ありません。高坂が勢いよく頭を下げてきた。調子に乗るなよ。申し訳ありません。さらに深々と頭を下げる。正味何も分かっていない人間に頭を下げられても何も響かない。目の前の男は本当に何も分かっていないのだから。そんな高坂に俺は言った。調査自体はずいぶん前から頼んであったんだ。マジっすか？言葉を慎めと言わなかったか？はい。本当にこいつはバカなのか？心の中で悪態をつきながら言葉を続けた。わけあってお前のことはずいぶんと前から警護に調査を頼んでいた。その調査結果がやっと全て出揃ってな。だから今回会を執り行おうと決めたんだ。俺の言葉に高坂が心底驚いている。そうだろうな。もし本当にそうであったとしたら
ってことは、今回は察しがいいな。お前が思った通りだ。お前の若頭補佐就任はカムフラージュ。もともと左門会を開く予定だった。そうなのだ。今回こうやって組員を集めたのは、元から若頭補佐就任式を開くためではなかった。高坂の左門委員会を開くためだったのだ。なんで？唖然とした顔で高坂が言う。なぜだと思う？到底こいつがわかるだろうか。いや、わかりません。わからないわけがない。本当にこいつは何も考えていないのだ。ほとほと呆れてしまう。だろうな。調べれば調べるほどお前が考えなしの人間だということがよくわかった。そんな人間をうちの組の若頭補佐なんぞになど考えただけで虫唾が走る。徐々に呆れに怒りが入り混じる。俺は目の前の高坂を睨みつけながら言った。なんで俺が今回このような方法に出たのか。それはお前が優香にちょっかいを出し始めたからだ。優香の名前を聞き、高坂の顔色は一気に悪くなった。優香とは俺の娘。25歳会社員、一人暮らしをしながら都内企業に勤める普通の女性だ。なんで組長がそれを？本人から聞いたに決まってるだろ！マジかよ。高坂は苦虫を潰したような顔でつぶやいた。半年ほど前に優香からお前がしつこいと連絡が来た。何を驚く。変な男につきまとわれれば親に相談するのは普通だろ。いや、まあそうなんですけど、ヤクザの娘がそんなことするとは思わなかったのか。優香はヤクザの娘でもあるが普通の会社員でもある。至極まっとうなことを言っている俺に高坂は再び噛みついた。でもお嬢さんが付き合ってんのは若頭だ。それのどこが普通なんすか？だったらヤクザの流儀でやらせてもらっても文句ないだろ。よくわからない言い分だ。ヤクザの流儀？お前が優香にやったことはヤクザの流儀だと言いたいのか？そうっすよ。ヤクザは好きな女は強引にでも奪いに行く。組長だってそうじゃないんすか？俺に向かって再び口調が怪しくなってきた高坂はわけのわからないヤクザの流儀を語り出した。もちろん俺は理解できないし、周りの組員を見ても一目瞭然だ。優香と交際中である若頭吉宮に至っては高坂を見る目が血走っている。内々の仕込みとはいえ、こんな男のために就任式の準備までしたことに嫌気がさせてくる。隠せないため息を一つつき、俺は話した。お前の考えは分かったし、それは一旦置いておく。わかりました。納得のいかない口調で高坂がつぶやく。とりあえずこちらとしては調査結果を高坂に話さなければならない。俺は吉宮に目で合図をし、一旦若い衆を部屋の後方へ控えさせた。高坂、はい。実はお前が組に入ってからここ数年、お前のことはじっくり調べさせてもらった。数年？お前、どうやってうちの組に入った？そりゃ、スカウトで。ああ。脇田の差し金で、うちの組の周りをうろついてた時にか？俺の口から出た脇田の名前に、高坂は過剰に反応した。そうだよな。俺はそのまま話を続けた。うちの組の人間の目につくように、わざとうちの組の人間の周りをうろついてたらしいな。は？嘘だろ。バレてたのかよ。ついでに言うが、お前が脇田の人間ってことも最初からバレてたぞ。嘘だろ。2回目の嘘だろは脅威すら含んでいるように聞こえた。そりゃ高坂は驚くだろう。名字も違う脇田の人間だと、まさか俺に気づかれているとは夢にも思っていなかったはずだ。なんでですか？なんで気づいたんですか？てか最初から脇田って分かってて俺を一条に入れたのかよ。お嬢さんのことで
俺を疑い始めたってのは嘘かよ。再び高坂が騒ぎ出す。見かねた吉宮が高坂を諌めた。おい、組長への口の利き方を考えろ。ところがこれが高坂にさらに火をつけてしまった。ああ、お嬢さんと付き合ってるからってすかした面しやがって。てめえがいなければこんなことにはならなかったんだよ。若頭の吉宮に対して若頭補佐候補である高坂に許される発言ではない。これが吉宮ではなく吉宮を下回りの組員の反感を買ってしまった。若頭だからお嬢さんと付き合ってんだよ。てめえがお嬢さんと付き合うわけねえだろ。バカ言うね。所詮脇田の駒のくせに脇田の手下が偉そうにしてんじゃねえよ。てめえボッコボコにしてやろうか。組員たちの高坂への不満が溢れ出し罵声が止まらない。高坂も何か言い返しているが数的に優位な組員の罵声に次第に高坂は押され最後には押し黙ってしまった。俺はもう一度吉宮に目で合図をし組員を黙らせるように指示した。急に静まり返った部屋に俺の声が再び響く。確かにこんな方法に出たのは優香のことがあったからだ。人としてありえない行為だからな。お前がやっていたのは脅迫でありストーカーだ。は？俺が？でもな、それ以前にお前のことを疑っていたのはうちに来た時からだ。何ですか？うちとは匂いが違ったんだよ。は？思いもよらぬ答えに高坂は眉を潜めた。しかしこれは本当のことだ。不思議なもので人間は環境や住む世界によって匂いというものを持っている。ヤクザと仇なんてものはその代表格だ。そして組によっても不思議なもので違う。さらに言えば同じヤクザでも筋を通すものとそうでないものの匂いは違うのだ。高坂がうちに来た時それに気づいた俺は当初若頭補佐であった吉宮に高崎の身辺調査を頼んだ。こいつが何者なのか面白いものを持ってきてくれたのか調べるためにだ。は？若頭が俺を調べたってことかよ。そういうことだな。高坂は一気にトーンダウンした。俺は吉宮が調べた高坂に関する情報を本人に教えてやることにした。お前はうちに来る前は一般企業に勤めている大卒の堅気の人間だった。職場での人間関係も良好。仕事に対しても意欲的な人間だった。仕事は好きだったからな。じゃあなぜ仕事を急に辞めたのか。理由があったよな。そう、まともな堅気の生活をしていた高坂は急に仕事を辞めていた。それは調査をする半年前のことだった。下手に口を開くと危ないと思ったのか高坂は押し黙ったまま俺が話すのを待っているようだ。お望み通り話聞きたそうだから話してやる。そうやって調べているうちにお前の学生時代の友人に出会った。学生時代のお前の話は社会人時代と大差ないものだった。でも中高生の頃の友人たちに話を聞くとどうも様子が違う。ここのところ急にお前が一条組に入りたいって話をしていて驚いたそうだ。ここまで聞いても高坂はまだ押し黙っている。その様子を圭吾は冷めた目で見ていた。圭吾、はい、その高坂の友人たちはなんで一条に入ることに驚いていたんだ。はい、地元では高坂が脇田組の親戚であることは有名で、その高坂が一条に入りたいと言っていたことに何か裏があるのではないかと地元では噂になっていたようです。そう、高坂は脇田組の親戚筋だったのだ。脇田組組長の甥ではあるが、組長の姉の息子である高坂は名字も違えば父親は堅気の人間。本人も大学を卒業し一社会人として
企業勤めをしていたほどだ。わざわざ会社を辞めてまで一条に入ろうとする理由がわからない。だったら何なんだよ。俺が一条に入ったことで誰かに迷惑かけたか？一条にとっては美味しい人材が入ったんだからいいじゃんよ。まあな、実際お前は仕事においては優秀だ。確かに高坂、うちでも結果を残してくれている。だからこそやらせ話とはいえ若頭補佐に就任することに周りから異論も出なかったのだ。とはいえだ、脇田の人間が一条に入り込むこと自体は異常だ。理由がないとまずそんなことは起こらない。じゃあ何だってんだよ。高坂が俺を睨みつけてきた。返すように俺も高坂を目で刺しながら話をする。脇田の目的は一条を潰し脇田に取り込むことだ。そこで脇田は娘である優香に目をつけた。何のために？お前をやる気にさせるためだよ。高坂は生粋の女好きだった。しかも優香のような真面目で育ちのいいお嬢様タイプが好みらしい。脇田はその高坂の性格を利用し自分の計画に引き込んだのだ。どうせお前は脇田に一条で上に登れば優香との結婚は確実だとでも言ったんだろう。お前はまんまとその脇田の作戦に乗ってきたわけだ。高坂は唇を噛みながら顔を赤くしていた。予定外のことがあったけどな。ああ、吉宮のことが。でも逆に都合が良かっただろう。はあ？優香が付き合ってるのは現若頭の吉宮だ。吉宮から優香を奪えば若頭も夢ではない。そうなれば一条組は手中に収めた。才は投げられたじゃないか。高坂の顔がさらに赤さを増していった。なんでだよ、バレバレじゃねえか。握り拳で高坂が叫ぶ。無言の吉宮と警護の冷たい視線が高坂に刺さる。部屋中が何とも言えない空気に包まれた。まあ相手が脇田ってことが運の尽きだったな。なんすかそれ。脇田のやりそうなことはわかるんだよ。あいつは俺の幼馴染でもあるからな。はっ。脇田は俺の幼馴染だった。長らく同じ地元に住み、小中と同じ時間を過ごした。ヤクザの子供で同級生だった俺らはいつでもどこでも比べられていた。勉強でもスポーツでも負けるのはいつも脇田。ずいぶん脇田には恨みつらみを言われたよ。懐かしい日々が脳裏によみがえる。恨みつらみは言われど、同じ境遇だった俺たちは組の関係性など関係なく子供の世界ではうまくやっていっていたのだ。ただ決定的なことが俺たちの間に起こってしまったのだ。でもおじげはあんたのこと相当恨んでる風だったけど。まあそうだろうな。それには深い深い理由があった。俺たちは同じ女を好きになってしまったのだ。話だけ聞けばよくある話だが、俺たちの立場上女は非常に大切な存在。単なる婚姻関係ではなく、将来姉さんになる女との出会いだ。もちろんどちらも譲るはずがなく、一気に関係性が悪化してしまった。脇田は終始おせおせでな。なぜか根拠のない自信を持ち続けて、とにかく押していった。しかし結局うちのやつに告って玉砕。俺が結婚したもんだから、それ以降あいつは俺を生涯の敵だと思ってるよ。そうなのだ。その女は俺を選んだのだ。おかげで脇田は未だに独身。その一生をかけても取り戻せない恨みつらみを今脇田は一条にぶつけてきている。おいである高坂を使って。ちょっと待てよ、そんなの聞いてね。いつも一条に理不尽に邪魔されてばかりだから潰したいんじゃなかったのかよ。まさかの敵対理由に高坂が怒りに震え始めた。しかし脇田が思い描いた構想はこれだけではなかった。高坂、はい、もう一つ教えてやろうか。なんだよ、まだあんのかよ。
どちらかといえばこっちの方が脇田の変態っぷりを表してると思うがな。高坂はこの俺の言葉にゲスない表情を浮かべた。優香を勧めてきたのは脇田だよな。ああ、優香は誰の子供だ？は？あんたのお嬢に決まってんだろ。違わないが、違う。高坂は俺のヒントに眉を潜めた。だが、あっと小さく声を出すと、さらなる怒りに震え始めた。わかったか？ああ、お嬢はあんたの娘でもあり、おじきがこっぴどく振られた女の娘でもある。俺とお嬢が結婚すれば、一条だけじゃなく、振られた女の娘までおじきは手に入れる。そういうことだよな。さすが高坂だ。元来こいつは頭の切れる男のはずなのに、なんでこんなことに。本当にお前はもったいねえな。あんなバカに利用されて、仇だったのによその組に入れられて。本心だった。うなだれる高坂を見ながら、俺は30年近く前の出来事を思い出した。高坂は脇田によく似ていた。背格好も性格も、おじ、おい、揃って女絡みで下手こいたのだ。まあ、これが脇田の血筋なのかもしれない。しかし、同情は湧いてこない。それだけのことを起こしたのだ。確かにお前は脇田に利用されたのかもしれない。そうだろ。でも、お前がやったことは、組長という立場ではなく、優香の父親として許せないものがある。俺の声色に、高坂の表情が一気に硬くなる。身に覚えがあるだろ。いや、LINE や DM の連投、優香の通勤や外出への付きまとい、部屋の監視。これ、ストーカーだよな。ストーカーという単語に、高坂は過剰反応を示した。ちょっと待ってください。ストーカーってちょっとひどくないっすか？ひどい。優香がどれだけ怖い思いをしていたのか分かってんのか？手紙もポストに毎日入れてた。しかも脅しに近い恐ろしい手紙だ。それは優香さんが好きだから。好きだからという言葉は免罪符にはならん。そもそも高坂は優香を好きなわけではない。女だから好き。人のものだから手に入れたい。優香はクソみたいな男どものゲームに巻き込まれたのだ。もろもろ弁護士に頼んである。うちの一子が弁護士でな。今回の件に関してはすでに動いてもらっている。弁護士？ヤクザの甥が弁護士とは想像もつかなかったのだろう。あっけに取られた顔で高坂が俺を見る。俺からもう話すことはない。そろそろお開きの時間だ。俺は席を立ち部屋に向かう。高坂が何かわめいているが、聞いたとて何も変わらない。残念だったな。使えるやつだと思ってたのに。じゃあな、お疲れさん。最後に高坂にそう声をかけ、縁を絶った。高坂が組を出て3ヶ月ほど経った。甥いのカイトのおかげで高坂との件は滞りなく進んでいる。優香の笑顔も戻り、吉宮との交際も順調そうだ。今回の件で吉宮はより優香が大切だと身に染みたらしく、以前よりもさらに優香を大切にしてくれている。もしかすると晴れの日も近いかと、父親としては嬉しくも少し複雑な気持ちにもなっている。そして何より今回の件は警護の活躍がなければ解決はなかっただろう。俺が全て引き受けますから。そう言って警護は俺からの命を覚悟を持って引き受けてくれた。組のために自らのコミュ力を最大限に利用して動き、自分が信頼のおける若い衆をも巻き込んで一生組を守ってくれたのだ。もし警護がいなければ危うく脇田に隙を突かれる羽目になっていたかもしれない。さらに警護は高坂に関する調査だけではなく、高坂が使っていたしのぎ先とも懇意になり、なんと脇田からしのぎ先をいただくことに成功した。脇田が高崎のために準備したしのぎは結構な規模で、そこを丸々手に入れた警護は収入も急上昇。対して
脇田は急激な収入源に規模を松縮させざるを得ない事態となった。脇田からしてみれば、すぐにでも一条に殴り込みでもかけたいところだろう。だが、今回の件において何も言えないどころか、何か言えば100倍になって帰ってくることが目に見えている。脇田はおとなしくせざるを得ず、脇田に絡まれていた組周辺は平穏さを取り戻した。圭吾、ありがとう。この礼はどうさせてもらおうか。こんなに世話になったお前に何かしないと俺の気が済まないからな。何でも言え。そんな俺の心からの感謝の気持ちをも。組長のためなら当たり前です。と、丁重に断ってきた圭吾。そろそろ頃合いだろう。吉宮も待っていたに違いない。1ヶ月後、圭吾は正式に若頭補佐に就任することが決定した。ご覧いただきありがとうございました。あなたからのコメントお待ちしています。チャンネル登録と評価もよろしくお願いいたします。